こんにちは、山下夏実です。8月13日木曜日、今日も平塚海岸でスキムボード、サーフィン練習していきました。サイズが、そこそこ最近はずっと残ってまして、その影響で、あとは看板がうまくマッチしてくれたおかげで、久しぶりに扇の松でね、いいシュアブレイク来てたかなっていうふうに思います。少し難易度は高かったんですが、サイズもやや少し小さめですけど、台風13号のうねりが入った時の感覚には近い波が来てましたね。こういうラップとかが狙えたりとか、あとはたまにエアーで降りたりとか、そういうのもあったんですけど、基本は今みたいなラップを狙って練習してますね。やや巻きがね悪かったから、朝一あんま割れてなかったんだけど、うまく割れてくるようになって潮が引いてきてくれたら、この辺りはちょっとずつだけど、乗れてた時間かな。あとは波によって結構大きな変化があって、詳しくはね今日のライブ配信を見ていただいた方が分かるかなっていうふうに思うんですが、タイミング的にあまり良くないタイミングっていうのがあって、セットが入ってしまうと少しスキムゾーンが長くなっちゃって波の距離が長くなってたので、必ずセットの1本目のスキムゾーンがあまり長くない波を狙ってやっていく感じ。そうするとこういういいラインがね少しつかめたりとかはしてたかな。セットの3本目4本目っていうのは結構スキムゾーンが長くなりやすくて、それでそうなってしまうと結構波の変化があったので、見た目に反して難易度も高かったので、だからできるだけ面がクリーンな、こういう波とかを狙いつついく感じでしたね。これとかも結構面がクリーンな波で、どうだろう、いいね。こういうラップライン、これはかぶってるけどいい感じだね。これは難しいね。いや今みたいになっちゃうことがある、波選びを見せると。あとはね、定期的にこんな感じでギャップ超えてる映像が結構流れてるかなっていうふうに思うんだけど、本当にいい波の時はねギャップがかなり小さかったりほぼないみたいな感じのことが多かったですね。だからこれとかは比較的ギャップがかなり小さめの波だった。最近は必ずギャップ1枚超えてライディングみたいなのが結構定番化してたんだけど、今日もそのギャップはあったんだけど、いい波に関して言うのであればギャップをあまり気にせずに出れる波があったかな。これとかも1枚超えるけど、これはうまく乗りましたね。ただこういう風にねラップになりきらなかったりとか、ちょっと中途半端に波になってしまうことが多かったね、ギャップあると。これとか小波だけどうまくオーリードロップ、これはどうだ、緩い波だけどしっかりラップラインは狙っていく。これは難しい。うまく先読みして下で回したけど波が良くなかった。これはノーズが刺さり気味だったね。レールが抜けたことによってノーズが刺さったっていう方が正解かな、今のだと。いいね。これかなり掘れてきちゃったやつですね。いい回し方して結構メロンに乗れるかなと思ったら、すげえいきなり掘れてきてなかなか難かったですよね。これもギャップ超えてスムースターン、ナイスラップ。この辺りちょっと潮が
どんどん引いてきてたので、ギャップが露骨に出たりとか、波が重なることがちょこちょこあって、結構難しかった感じだね。そう、どの波、いい波行こうとしても絶対ラップ狙えるけどギャップはあるみたいな感じ。今のとかかなり良かったですじゃないかな。テイクオフ、軌道修正しながらのギャップ越え、これうまいですね。最後の形が良ければもっといいライディングは狙えたかなっていうふうには思います。スピナー、リッピング、ただダンパー。この辺りどんどんちょっと波質が結構変わってるのが分かるかな。さっきまで結構かぶれてたのがこの辺はかぶりにくくなってるっていうね。難易度が確実に上がってましたね、潮が動いて。かなりギャップをこう見るとサイズが上がってるように見えるね。露骨にギャップがはっきり出始めてたのかもしれませんね。ここでちょっとポイントを移動していきまして、サーフィンを狙っていった感じ。ある程度潮が引いてきたっていうのもあって、狙えるだろうということで、サーフィン行って、もともとスキムレッスンのお手伝いがあったので、その関係でね、コート前側に行って、少し時間がありそうだったのでサーフィンをした感じ。今日もローカルの方々に混ぜていただいて、ここ最近の中だと比較的形良かったんじゃないかな今日は。もう 9.5 割ぐらい知ってる人しかいなくて、皆さん結構乗れてた感じだったね、間違いなく今日は。形が間違いなく良くて、で、難しいんだけど選べばこういう感じ。いいね。スリーショーミット変えましたね。ナイスライディング。これが一番良くて、もう一番最後にまともに乗れたやつだったんだけど、この後は全然なかなか引っかかんなくてあんまり乗れなかったけど、上手い人たちとかは、波分かってる人はね結構乗れてたかな。ここ最近の中でも間違いなく形は良くて、で比較的張ってくることが多いから、波が短いショート向きな波だよね今は。ショート向きな波だけど多少ワイドになったりとか、あとはね今日は大丈夫だったけど風で変化しやすいっていうのがね結構あるので、今日とかかなりオフショアが強くて、その影響で波がいい感じで整ってたのかなっていうふうには思います。何回かサーフィンをこの辺は狙いつつ、うまくワンライディング、いいライディングをねこの辺は取っていこうかなって感じだったんだけど、アウト行ったりイン行ったりとかねしてたけど、なかなか僕は乗れずに、このままスキムレッスンの方に向かっていった感じだね。今日は久しぶりにスキムがかなり決まってくれてたっていうのと、短時間でしたけど、あとはサーフィンも久々のオフショアが続く感じでね、間違いなく直近の中だと条件は確実に良かったんじゃないかなっていうふうに思います。これでまた少しサイズが上がった時が、楽しみだなって感じでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。